皆さんおはようございます。ケンです。今日は今から僕の友達に会いに行きます。今僕は愛知県の瀬戸市にいます。僕の地元にいます。ここから電車に乗って名古屋駅に行きます。ここから電車でだいたい40分ぐらいかかります。今日僕の友達は東京からわざわざ新幹線でこっちの方に来てくれます。久しぶりに会うのでめっちゃ楽しみです。じゃあここですね。駅に着きました。電車は8時43分に出発します。今日は飲み物を持ってくるのを忘れちゃいました。なのでお茶を買います。この自動販売機でお茶を買います。今日はちょっと寒いのであったかいお茶を買いました。ここにアイスクリームもあるんですけど、ちょっと今は寒いです。今日は名古屋駅で待ち合わせなんですけど、友達2人は朝10時20分ぐらいに着きます。でも僕はちょっと早く起きたので、ちょっと早く名古屋に行って友達が名古屋に着く前に散歩したいと思います。ね、皆さんと一緒に散歩したいと思います。はい、名古屋の街に着きました。今僕は、セントラルパークにいます。ニューヨークのセントラルパークじゃないですよ。ニューヨークにもセントラルパークがありますね。ニューヨークのセントラルパークはめっちゃ有名ですね。僕はアメリカに行ったことがないんですけど、ニューヨークのセントラルパーク、名前を聞いたことがあります。なんかすごい綺麗らしいですね。ニューヨークの街の中にすごい広くて綺麗な公園があるらしいですね。ここにも綺麗な公園があります。ここは名古屋の中心です。栄っ
っていう場所なんですけど、結構いいですよ。僕は好きです。すごい高い建物とかが見えますよね。ここは都会です。都会の中にちょっと公園があります。あ、そしてあそこにテレビ塔があります。皆さん見えますか？僕の後ろに名古屋のテレビ塔があります。あそこは有名な観光地です。なんか最近名前が変わったんですよ。ちょっと待ってください。未来タワーっていう名前らしいです。なんか最近名前が変わりました。でも名古屋の人はよくテレビ塔って言います。ちょっとこの辺を一緒に歩きましょう。友達が来るまでまだちょっと時間があります。あと20分ぐらい時間があるので、ちょっとここを歩きながら簡単な日本語で話します。名古屋について話します。皆さんは名古屋に来たことがありますか？名古屋は大きい町です。もちろん日本の一番大きい町は東京です。多分東京は世界で1番目か2番目に大きい町だと思うんですけど、名古屋は日本で3番目か4番目ぐらいに大きい町です。たくさん人がいる町です。そして3番目か4番目ぐらいに、有名な町です。それから名古屋にはたくさん会社があります。大きい会社がありますね。なので名古屋にたくさん仕事があります。東京、大阪、京都とかはたくさん観光地もありますね。もちろん大きい会社もあります。たくさん家もあります。でも東京と大阪と京都は観光地として結構有名ですね。いや結構じゃないですね、とても有名ですね。名古屋は大きい町なんですけど、どちらかというと住む場所ですね。住宅地が多いです。
名古屋は結構住むための場所なので、綺麗な公園とか水族館とか博物館とか、なんか家族で週末に遊びに行ける場所がたくさんあります。ちなみに名古屋で一番有名なのは多分名古屋城です。名古屋城。多分今日この後友達と行くと思うんですけど名古屋に名古屋城があります。名古屋城っていうお城です。僕は名古屋の隣の瀬戸市っていう町出身なので、名古屋城に何回も行ったことがあります。多分人生で10回ぐらい行ったことがあります。それから名古屋には美味しい食べ物がたくさんあります。名古屋に来たことがある人はわかると思うんですけど、名古屋は味噌が有名です。名古屋は美味しい味噌があります。どんな味噌かっていうと、赤味噌です。味噌ってなんか茶色とか白色だと思うんですけど、でも名古屋の味噌は赤味噌です。ちょっと濃い色ですね。なので名古屋とか名古屋の近くの人はよくその赤味噌を使った味噌汁を飲みます。あとは、その赤味噌を使った食べ物がたくさんあります。例えば味噌カツ。皆さんとんかつわかりますか？とんかつの上にその赤味噌ソースがかかっている食べ物があります。あとは味噌煮込みうどんっていう美味しい食べ物もあります。味噌じゃないけど名古屋の手羽先も美味しいです。あとは名古屋にたくさんうなぎのお店があります。うなぎも結構有名です。あとはそう全然味噌じゃないんですけど、名古屋の食べ物で台湾ラーメンっていう食べ物も結構有名です。そう台湾ラーメン、これは辛いラーメンです。でもこのラーメンは台湾にないと思います。今日のお昼ご飯は多分、僕とその友達は台湾ラーメンを食べると思います。台湾ラーメンを食べる予定です。
結構海外から日本に遊びに来る人は東京に着いて東京を観光して新幹線に乗って京都とか大阪とかに行くと思うんですけど、名古屋の場所、名古屋は東京と大阪の間にあります。しかも新幹線の駅があるんですよ。新幹線は名古屋駅に止まります。でもほとんどの人は、名古屋を通過します。通過するっていう意味は電車とか新幹線に乗ったまま通り過ぎるっていう意味です。皆さん通り過ぎるっていう言葉わかりますか？さっき僕はちょっと面白い場所を通り過ぎました。今話しながら歩いていたら実はブリティッシュパブがありました。僕はさっきブリティッシュパブの前を通り過ぎました。ちょっと気になるので行ってもいいですか？見るだけね。ちょっと気になるので見に行きましょう。そう、僕イギリスに行ったことがないんですけど、ずっとイギリスに行ってみたいなって思っています。ずっと英語を勉強してきたので、英語圏の国にめっちゃ興味があるんです。アメリカにも友達とか日本語のレッスンに来る生徒がたくさんいるので行ってみたいなって思うんですけど、あとオーストラリアね。カナダも行きたい。なんかいろんなところに行きたいです。あった、ここですね。さっき、話しながらこのブリティッシュパブの前を通り過ぎましたね。はい。僕がブリティッシュパブを通り過ぎたみたいに、結構皆さんも日本に来たら名古屋を通り過ぎるんですよ。いや、ぜひ名古屋にも来てほしいです。皆さんぜひ名古屋にも来てください。おすすめは、最初に皆さん東京に行くと思うので、東京で観光してから新幹線で朝東京を出発してお昼前に名古屋に着いて、ちょっと名古屋城とか、他にも観光地があるんですけど、その観光地を見て、でお昼ご飯は名古屋の食べ物を食べて、あとはカフェもたくさんあるので
カフェに行ってゆっくりして、で京都とか大阪に行く、そういう一日名古屋に来るっていうのも面白いと思います。あと皆さんジブリ好きですか？日本のアニメジブリ。名古屋の隣の町にジブリパークがあります。ジブリパークは僕の実家のめっちゃ近くにあるんですけど、ジブリパークっていう公園もあります。あとは、名古屋の隣かな、名古屋の近くに豊田市っていう車のトヨタの町があります。皆さんは車が好きですか？その車のトヨタの博物館もあるので、車が好きな人は結構いいと思います。あとは名古屋じゃないんですけど、名古屋の隣の町かな、犬山っていう場所に犬山城っていうお城があります。そこは僕の一番好きなお城です。そのお城の一番上まで登って、その一番上から綺麗な景色を見ることができます。すごいですよ。めっちゃいい場所です。あとは買い物が好きな人は名古屋結構いいと思います。皆さんは買い物が好きですか？あそこにね、面白い形の建物がありますね。あそこはオアシス21っていう名前です。夜ライトアップがあるので綺麗です。もしまた夜にここに来る機会があったら皆さんに見せますね。ちなみにあの建物の下はたくさんお店があります。で、あっちの方に建物がたくさんあるんですけど、あっちの方になんかデパートとかいろんなお店がたくさんあります。なので名古屋に来て買い物をする人もたくさんいますよ。で、最後にここで写真を撮るのがおすすめです。この辺がいいかな。あそこにタワーがありますね。ここはめっちゃ名古屋っぽい場所です。なので僕も、今から写真を撮ろうと思います。一人だと寂しいので皆さんここに来てください。
いきますよ。はい、チーズ。はい。誰も来てくれませんでした。皆さん日本に来たら一緒に写真撮りましょうね。じゃあ、そろそろ友達が名古屋駅に来るので、ここから地下鉄に乗って名古屋駅に行きます。はい、名古屋駅に着きました。すごいですよね。まあ、ここに駅があって、その駅の上に高い建物があります。建物の中にいろんなお店とかレストランとか、ショッピングモールとかが入ってます。さっき僕は公園を歩きながら名古屋の有名なものについて話しました。でもその時に一つめっちゃ有名なものを言い忘れました。皆さんは野球が好きですか？野球名古屋に有名な野球のチームがあります。名前は中日ドラゴンズっていうんですけど、名古屋の人ならその野球チームのことを絶対に知っています。綺麗な野球ドームもあります。で、あそこに見えるのはその、中日ドラゴンズっていう野球チームのキャラクターです。キャラクター結構有名です。なんかここでイベントがあるみたいですね。僕はこのイベント全然知らなかったんですけど、今ここを歩いていたらたくさんの人がいるのでちょっとびっくりしました。イベントがありますね。じゃあ多分友達があっちの方にいると思うので友達を探しに行きます。名古屋駅は広いのでちょっと大変ですね。皆さん迷子にならないでください。皆さんがもし新幹線で名古屋に来るならこの新幹線の出口を出て、目の前に銀色の時計があります。あそこも待ち合わせの場所です。久しぶり。Welcome to 名古屋。元気？元気です。はい、元気です。